バイクはハーレーなんですけど、チョッパーでその1976年のショベルヘッドがエンジンで乗ってて、あとはパンヘッドの純正のリジットフレームと、でミッションもなんか面識違ってたりとかっていう、いろいろパーツを寄せ集めて作られたっていう感じのバイクなんで、はい。でも一応全部ハーレーダビッドソンなんで、ハーレーだと思います。はい。石場行くのもどこ行くのも、もうその洋服買いに行くとか、何でもかんでもバイクです。公共機関ってなんていうんですか、公共交通機関があまり苦手で得意じゃなくて、足がもう悪いので特になんですよね。なんかこうちょっと移動距離、目的地までの移動距離が長いとちょっと杖つかなきゃいけないので、それだったらバイクだったらそんなに足使わないんでっていう風にしてます。僕の走ってる走行車線に3車線目か4車線目かな。とに一番外から僕の1車線目の脇にいるお客さんを捕まえるために、もうほぼ真横に進んで止めに来たんですよ。でも僕は止まれずにそのまま止まってるタクシーに足を直接バーンって当たって、バイクはそんなにひどくなかったんですけど、僕の足がもうこっぱみじんになって、はい、そのままもう救急車でって感じですね。それ膝ですか？膝から下足首まで粉砕骨折です。覚えてます？そのぶつかった瞬間とかって。なんかフラッシュライトのようにパシャッパシャッとなんか絵で覚えてるぐらいで、気づいたらなんか病院だったり、なんか記憶の前後がぐちゃぐちゃにはなってますけど覚えてます。痛みって粉砕骨折って。いや、痛みは全然なかったんですよ。ただ立てないんですよ。はい。立とうとしても立てない。痛くて立てないんじゃなくて、感覚がない。足がなくなってる感じでしたね。後から来ましたね。後から、もう入院中はもう、ほんと痛み止めがもう待ち遠しいぐらい痛くて。いやー、今思えば本当に、偉い思いしましたね。じゃあそっからいろいろそのバイクに対しての考え方みたいのは変わったりしたんですか？すごい変わりました。どんな風に？なんだろう。僕の乗ってるバイクは、語弊のないように、僕の乗ってるバイクは速くないんですよ。決して。でも遅くもないんですよ。つまり、一定の速度、100キロぐらいまでバーンっていっちゃうんですよね。この瞬発力の間、いかに気をつけるかって感じですかね。150ぐらいは出るんですけど、なんか頑張れば、絞り出せば。そんな距離、スピード出してる時って高速ぐらいなんで、増し締めとかちゃんとしとけば、そんな大事にならないと思うんですけど、
100キロまでって結構この辺で出す、街中で出す距離感なんと思うんで、その60キロあたりの領域でいかにちゃんと危機管理してるかっていうのを身につきましたね。出てくんじゃないかなとか。もう特にタクシーが、もうタクシーこいつやばい、絶対こいつ来るとか気にするようになりました。音はシビアですよね。なんか自分のバイクの音量知ってるんで、今日もやっぱり朝なんで早かったんで、バイクをいつものポジションまで行くんですけど、結構離れてるんですよ。で、道路渡って、神社の前まで持って行ってかけるんですけど、一度そういうと、いつもの場所で、今の場所と違うんですけど、いつもの前の場所でかけてたら、バーンってエンジンかかったら、ガツンって頭なんか当たったんですよ。ヘルメットかぶってたんですけど。そしたら植木鉢の皿だったんですよ。植木鉢の下の受け皿がガラン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 って、って思って上見たら、2階からおばさんが、うるさいって言って、入ってったんですよね。いや、まあ、障害やんとか思うんですけど、まあ、プラスチックのやつだったんで、まあ、カツンぐらいだったんですけど、それから怖なって、もうその場所でかけなくなって、今、神社の前でかけてます。それはちょっと辛かったです。パンヘッド、ショベルヘッドあたりってやっぱ直せますよね。なんとか。なんか走りますよね。僕、2021年、2年 ?1 年かなの、ローライダー S を新車で買ったんですよ。それは、一回、埼玉かなに行った時に、帰りしに、インターチェンジ越えたら止まりました。でも、わけもなく止まったんですよ。プンと止まったんですよ。その、プンって止まり方が、もう絶対ショベルじゃないやん、そんなことっていう止まり方なんですよ。もう電気がいかれたっていう感じの止まり方。プンって止まったんですよ。こんな止まり方されたらもう何が原因かわからへんやんっていうので、もう本当に、サジを投げたというか、もう何を見ていいかもわからないんで、手も入らないですしね、エンジンも。もうすぐレッカー呼んで、行って、
もう送ってもらいましたけどね。こいつやったらなんとかこう座り込んで工具出してきて、どれやって、まずはやるんですけど、その時はもう、すぐに、劣化を読みましたね。渋谷で渋木寿司っていうお寿司屋さんやられてるじゃないですか。このお店って結構普通のお寿司屋さんとはだいぶ毛色が違うと思うんですけど、なんだろう、その裏にこういう店にしたいとか、こういうのをお客さんに味わってもらいたいとか、なんか多分いろいろあるのかなって勝手に思ってるんですけど、その辺ってどうですかね。結局これも、なんていうんですかね、演出で、普通に、なんだろう、高級店を僕がやっても、あんまりギャップないなって思ったんで、この世界観を作ったのは、僕が、まあ、若い頃からずっとこのバイクもそうだし、まあ映画、ファッションから音楽、もういろんなものを影響を受けながら、一部、それをやりながら寿司もやってたって感じなんですよね。自分の中で寿司っていうのはたまたま、まあ、手っ取り早くお金にできる武器なので、今それを仕事、なりわいとしてるんですが、他にも実はいろいろやりたいことがあって、なので今はとりあえず武器としてお金に換えれる技術として寿司をやってるっていう感じなんですよね。で、今後はまたいろいろなことに挑戦していきたいですよね。はい。だからなんかあれなんですよね、多分その DJ ブースみたいなのがあったりとか、で渋谷にあって、ちょっとこうパッと見寿司屋さんじゃなくてバーみたいな感じだったりとかっていうのも、やっぱりその自分がやりたいことをそれぞれこの中に詰め込んだ感じ。そうですね。ああ、なるほど。そうするとじゃあこれからね、それをこうどう料理していくかっていうのも、そういう計画っていうかあったりするんですか？そうです。今計画してるのは、隣に、イタリアンのお店があるんですけど、そのイタリアンのシェフの方と一緒にコラボして、まあ、寿司とイタリアンみたいな、これどうなるんだろうっていうのを今度企画してますね。はい。そういうのって意外と、はい。外から見てると、いろいろそういうのがあったら面白いって思うんですけど、やっぱり寿司のね、その修行の期間とかが多分長いと、あんまり僕そういうのやってる人って、やっぱり寿司は寿司職人っていうカテゴリーの中で、そうですね。多分やるのが一般だと思うんですよ。だと思います。そのレールに乗ってる人は、ちょっと天の弱に崩してみたものの、そのレールに乗ってるんですよね。やっぱり僕から見れば。僕はもう全くレール変えちゃってるんで、寿司屋さんではあるんですけど、こっちのなんだろう、純粋なっていうか、まっとうなっていうか、ちゃんとした寿司屋さんっていうレールに乗りながら、ちょっとここ崩してみよう、髪型変えてみようとか、まあせいぜい髭生やしてみようぐらいだと思うんですよね。でももう僕は全然違う、突き抜けた、全然違うレールに乗せてるつもりなので、寿司屋さんってこうあるべきじゃないっていうレールからもう全然動かしてるので、音楽も結構ボリュームも高い音で流してますし、もう急に音楽とかも変わっていきますし、でも、まあ一応やっぱりそれなりに高級の寿司屋さんでずっとやってきたので、出てくる寿司は期待してなかったのにうまいじゃんっていう、そこは手抜いてないんで、
ちゃんとやってるんで、朝一番も行ってよりすぐってで一番美味しい状況で出したいので、やっぱりこう熟成させたり、マグロなんかも今先月4月のじゃあ3月22日のマグロがまだ熟成させてます。なので今で約40日ぐらい寝かしてます。そうするともう本当に周りはもう本当真っ黒なんですよ。生ハムみたいになってるんですけど、それの中を切るとびっくりするぐらいピンク色の綺麗なトロが出てくるんですよね。なんか自分の意識だと、その素人考えだと、はい、なんかね、もう鮮度が高ければ高いほどいい高級寿司っていう頭でいたんですけど、その辺ってやっぱり違うんですか？違うんですよね。釣ったっていうか取ったばかりのものを新鮮でフレッシュで食べる方が美味しい魚っていうか具材もあるんですけど、そもそも寿司って江戸前から来てて、で江戸前ってつまりその江戸時代だから冷蔵庫もないし、つまり保存する、つまり熟成なんですよね。だから江戸前ってつまり熟成寿司なんですよ。はい。だから今昨今熟成って言われると、すごい熟成系なんだとか、熟成の店ですかとか、よく言われるんですけど、いやいや普通ですからっていう。タイなんかも、生きた状態で泳いでるやつを買ってくるんですよ。やっぱり生きてるやつ、泳いでるやつをその場で締めて、そうするともう身がブリブリなんですよね。それを持って帰って適切に処置をして、それを1週間ぐらい寝かすと、もう本当に白身ってこんなに甘かった、うまかったっていうようなぐらいの味がぐーっと出てくるんですよ。これは食べていただいたらわかります。そういった総合的にやっぱりその寿司を考えた上で魚を知るっていうのはものすごく大きいことなんですね。これは熟成に向くサイズなのかとか、この大きさだったら何日間熟成できるのかとかっていうのってやっぱりもう長年のキャリアっていうか、そういったのがやっぱりものを言ってくるんで、これはもう言葉で残せないものなんですよね。こうなったらこうしなさいとかじゃなくて、もう毎日取り替えるんですけど、それを毎日状態を見て、まだ変えなくていいなとか、これちょっとペーパー変えた方がいいなとか、そういったさじ加減を40日間毎日やって、出来上がるんですよね、熟成って。お願いします。清水さん。いいですか？いいですか？2週間熟成のタイ熟成です。いただきます。お醤油なしでもいいぐらいだね。すいません。はい。昆布で締めてる？閉めてません。締めてなくてこんなに旨味みたいなのが。そう。だから熟成させてるんで。それで。そう。それで旨味がね。熟成させると私お醤油いらないかな。私も思った。本当。塩味みたいなの。旨味でね。ね。あ
きの天島どこですか？こっちあっちから。こちら一旦撮影ストップしましょう。2つが1500円です。今日は特別だよ。ネギ、油揚げ、芽ネギ。あ、大丈夫です。はい。終わりました。お疲れ様です。これで思う残すとこなく、だいぶ向こうなんですけああ、そっか、だいぶ歩いたど、ね。だいぶ歩いてますこれ。生でフレッシュで食べるのも美味しいんですけど、やっぱり江戸前って言ったら本当の魚の旨味を引き出した最大限まで引き出したところを食べてもらうっていうのがやっぱり醍醐味だなと思いますね。まあ普通のお寿司屋さんとは違ったまた新しいカテゴリーのをやられてると思うんですけど、はいそうすると多分葛藤とかってないですか？例えば「お前何そういう邪道なんじゃないの?」とかって言われたりとかっていうのはないんですか？まあ面と向かってはないですけど、お客さんどう思ってるんでしょうね。まあ僕を目の前にして、まあこの店を入った瞬間からまあ不安ですよね。大丈夫なのここって。で、ここにたどり着いたら僕がいるわけで。でも皆さん、1巻目、今日のもうどんずばのネタを出すんですよ。最初の1巻。もうそれで皆さん納得されますね。マグロが最高の時はもう一発目、最初からつまみとかじゃなくてマグロバーンといくんですよ。あ、もうそしたらもう、あ、正解ってこう、お客さんがなりますね。いきます。夜に向かって雪が夜に向かって雪が夜に向かって雪が雪降らします。真夏日。レミオロメンはないけど。胸に込み上げる涙で心の火を消してお店はまあ寿司屋なんですけど、まあ、お店に来てもらえれば、いろいろバイクの話とかも、他の話もいろいろできますし、ぜひ来ていただけたらなと思います。あと、これから古いバイクに乗る方について、これから古いバイクに乗る人についてなんかいろいろあるな。あるけど。住めば都っていうか、乗っちゃえば、最初はなんか違和感あるんですけど、だんだん、住めば都って変かもしれないですけど、なんか馴染んでくるっていうか、自分のものに同化していく感じがするので、それまではもう本当にこう、ブーツと一緒でもう最初履いたら痛いんですけど、馴染んだらもう自分の足のように馴染んでくれるっていうのと一緒で、本当に古いバイクって特にそうですね。乗り味って自分で変わってくるんで、そういう、なんだろう、覚悟なのかな、そんな、もっと軽い気持ちで乗ってほしいんですよね。そんな覚悟とかなくていいけど、とにかく、諦めずにずっと向き合ってほしいですね。生きてるんで。はい、生きてると思います、僕。はい。走りながらこう、ミッションと喋ったりしますから。それ自分が自分で話しかけます。
一足頑張ってよみたいな。うわよっしゃ二足つなげたバーンお兄ちゃん頼むぜみたいな。あもうええとこもう4足あげるわバーンバリバリバリみたいな感じで喋ってたら楽しいですあー温まってきたなーとか言って今日なんか機嫌悪いやん全然エンジンかけやってくれへんやんとか1時間ぐらいかけてキックしたりとか、っていう感じでなんかこうなんだろう現行車でボタンを押したらブーンってエンジンかかってビューっていけるバイクではないのはもう絶対一手間もう10手間ぐらいあると思うんですけど、でも自分にしか動かせないバイクだと思うんですよね、チョッパーで特に。人はもう勝手がわからないと思うので、そこら辺もやっぱ含めてかっこいいですよね。結構割と僕鍵とかかけっぱなしなんで、どうせかけられへんと思ってるんで僕しか盗むやつはもう鍵かかってなくても盗んでいきよるんでまあ、盗難保険も入ってしいかなっていやそんなことないな、やっぱちょっと持っていかんといてほしいそれはちょっとごめんなI don't get out much, but I know who I am. And I built this house for you, but I know who I am.